雑談です。僕ドラです。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ、陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、昨日は何をしてたかと言いますと、夜水道橋博士さんのザ・テレテレビジョンの、配信がありまして、それをやっておりましたが、いや昨日は第1回博士大賞の発表ということでね、私も人物のカテゴリーというか何ですか、ノミネートされておりましたが、大賞は3組出たんですけど、ノミネートのみで終わりましたけども、いや面白かったですね。その始まる前にいろいろその発表の前までもいろいろ今週何があった、どうやこうや年末の過ごし方とかっていうのを話しておりましたが、もう60人も年男なんでね、お互い僕もそうですけど博士さんもそうですけど、そんな過ごし方かよという何が起きてもこうネタになるとかね、笑い話に、してしまえる強さっていうのがあるっていうのはもう毎回本当面白いんで、ぜひね、YouTube の方でしばらくというかね、前半部分が見れますんで、ぜひご覧になっていただければなと思っておりました。そんなことしてたぐらいですか。その後佐野くんとジョニー小野くんとご飯に行きまして、高円寺のね潰れちゃった甲州市場って僕大好きなワンタンラーメン屋があったんですけど、そこ潰れちゃって今なんか天津屋になってたんですけど、そこに行きましてね、美味しかったですね。とびっこのシューマイ、とびっことフカヒレのシューマイがめちゃくちゃうまかったんで、また行きたいかなと思っておりますが、それでいろいろ芸事についてね、年末の笑い番組ってどうやったのか、なんかそういう話をしておりましたが、そんなことをしておりましたが、もう早速行きましょう。見ましたですわ。もうね、今日はねテレ東2本行きます。で新ドラマ、1月期のドラマで僕が期待しているものの中にも挙げてた一つは、これドラマではないんですけども、なんていうんですか、ドキュメンタリーではあるんですが、後々ドラマになる長いんですよ。僕ドラなんて言ったらいいの、水ドラ25のね、僕を主人公にした漫画を描いてください、それをさらにドラマ化もしちゃいますという、これはね劇団エグザイルの町田啓太さんが主演というかね、を主人公にしたドラマというか漫画を描いて、でそれをドラマ化しますという企画の、ドキュメンタリー部分で、一次選考の部分が流れておりましたが、6組の漫画家さん、が出てきて、3組が採用、一次選考通過ということで、いろいろね、訳ありのっていう言い方もおかしいですけどね、いろんなことがあって、っていう方が多かったですけども、漫画大賞みたいなのに撮って、それで連載始めたけども打ち切りになっちゃってという人であるとか、趣味というかね、日常をこう4コマ風にインスタに上げてたのが、それがバズって、で漫画を続けてる方とかいろいろな方がいてて、その中で、候補作の中から一次選考を通過して、それでこの中のどれかが漫画として、ね、連載されて、それをドラマ化しようじゃないかという番組で、これがね、一次選考通過したものの3組がなかなか他の漫画もねどうなるんだろうという面白さはあったんですけど、3組だけさらっといきましょうか。1組目が川原由紀さんという、再び G ペンを持ったね方なんですが、壮大なね SF を描くということで、
遥か彼方というね、寝ている時だけタイムスリップしてしまうのを主人公にした、それが未来に行ったり過去に行ったりしていろいろこう問題を解決したり、していくっていう漫画をプレゼンしておりましたけど、これもねちょっと楽しみな漫画ではありましたが、それともう一つ、西山さんと木戸塚さんという方、2人のコンビなんですけども、この方は、原作者と塾講師を高校の歴史の先生だったかなと、漫画というか、イラスト仕事をしてる方の、作画と、原作のコンビの方で、これがね死神系という漫画を提案してて、どういった話かというと、こうピークを過ぎたスポーツ選手やそういった人のなんていうんですかね、解釈人というか、もうお前ピーク過ぎてんだからもうその道諦めろというか、第二の人生を切り開くような、そういった主人公の話を、これはね非常に、ドラマ化されなくても漫画は非常に読みたいなと思って、面白い設定ですよね。だからピークもうね、引退時を見誤らないようにこう解釈人がいるみたいな、そういうのはこう なぜか全員が、幸せになっていくみたいな話です。これも非常に楽しみな漫画でした。それから大森のぞみさん、これはね実体験を、インスタで上げてたダメ男じゃダメですかみたいな実体験を書いてたんですけども、それがバズっていろいろ漫画書いたりしてるんですけども、で提案したのがダメな男じゃダメですかってインスタでこうねイケてる生活をやってるんですが、実際は全然そうじゃなくて、で実家からお母さんが帰ってきてとか訪ねてきて、こうビンタされた瞬間入れ替わってしまって、でお母さんの方がねこう なりたかったアイドルを目指すみたいな話だそうですけども、これね今までずっと実際にあったなんていうんですかね、日記的なあれを漫画にしてたんで、初めて物語ものを書くっていうので、ちょっとねこの設定自体もね結構ぶっ飛んでて、どういった話になっていくのかみたいな楽しみはあるんですが、いわゆるこうなんですかね、入れ替わりもの、なのでこれもちょっと期待ができると、この3組が、一次選考を通過して、来週以降ねこう最終的に1組に絞られてドラマ化、漫画になってからドラマ化されるというのが始まっておりましたが、実際漫画をね始まってみないととかドラマになってみないと何とも言えませんが、非常に楽しみな3本が上がっておりましたんで、これを次週以降もねちょっと楽しみに見たいと思っております。それから、これまたテレ東の部長と社畜の恋はもどかしいというこれはねパラビで先行されてるんですけど、これもドラマがありまして、同じなんていうんですかね、会社のホテルのアメニティとかをやってる、なんていうんですか、卸している営業している会社の設定で、そこの部長と、社畜の社員のラブコメディオフィスコメディですね。でそのなんていうか、社畜側というか、仕事に生きる女性の方の役を、これがね中村ゆりかさんといって、あれです、地上の接吻ってね、テレ朝だったっけでやってたドラマに出てた方で、これねもう早速1話からね濡れ場というかベッドシーンがあるんですけども、その前の地上の接吻でもね結構こうセクシーな場面が多かったりと、こういったねなんかちょっとエロティックな役が多い方なんですが、これがいい雰囲気を出しておりましてね、それでその部長側がねこれが面白いね、どちらもスタダの方なんですけど、
竹財輝之助というね、これ本名かどうか分かんないじゃないですか。こんな芸名つけると思って調べたら、これ本名だそうで、熊本県に多い名字だそうですけども、竹財輝之助ってね、これは僕知らなかっただけであれ申し訳ないですけども、なかなかすごい名字の方で、もうそっちに気が取られちゃってしょうがなかったんですけど、この方が部長役で、定時という、名字も定時で必ず定時みたいな。その前はね、営業部でバリバリこうやってたんですけども、ちゃんとというか残業をしてもうめっちゃ働いてたんですが、ある日突然こう人事部に自ら移動するっつって、それ以降はもう本当に定時で帰って、なんだったらこう社畜のね、この中村さん演じる丸山のことを、前は残業が多すぎるから早く帰れみたいな態度で、接しているんですが、新年会の飲み会で各部署のね、でたまたま同じ居酒屋に居合わせて、一緒に飲むことになって、その後も、バーみたいなところでこう愚痴をこぼしてるんですね、丸山さんが。なんで部長は定時に帰ってね、会社のことを思ってないんですかみたいな話をしてたんですが、ふとねこう弱音を吐いてしまった時に、俺ならお前をね満たせてやれるかもしれないって、もうそのままホテルに行っちゃって、で一夜を過ごすんですが、あくる日会社に向かう途中でね、こうすれ違ってというか、待ち伏せしてたみたいな感じだったんですけどね、昨日ねのあれはつって、分かってるよな、俺たちは大人だからね、言わなくても分かるよなという、これね何ですかね、俺ならお前を満たしてやれるかもしれないって自分だけね満たされて満足しちゃってる定時部長と、それでもこう一夜を共にしてしまったもんだからね、こうちょっと恋心が芽生えてしまった丸山さんとのラブコメディというドラマで、これがねどうなっていくんだろうかっていう楽しみよりも、僕はねこれ毎回そういったベッドシーンが見れるのかな、どっちなんだろう、初回だけで終わってしまうのかなっていうところが気になってはいますが、どうしてこの丸山さんがその社畜になってしまったかっていうところもね掘り下げてほしいですよね。だから恋に破れて、もう私はこう恋愛体質でねこうになってしまう、好きになったらこう一度になってしまうから、それじゃあ、仕事もおぼつかなくなってしまうんで、こう私は今は仕事に生きると思ってやっているのか、それかもう単純にこうなんですかね、そういうことでもなく、ただただこうね、なんていうんですかね、こう自意識、こう働いている自分かっこいいって思ってるこう自意識過剰というかね、な人なのか、それはどっちなのかわかんないですけど、ただね部屋はね結構散らかってるんでね、そっちじゃないような気がするんで、だからこれきっとね過去の恋愛で何かこうね嫌なことというかトラウマ的なことがあって、こう社会人というか会社人としてね、社畜のように馬車馬に働いてこう恋愛する暇もなく気持ちを収めている人のなのかなとか思いながら見ておりますが、これ原作が漫画なんでね、漫画読んだらその辺わかるんですけど、僕は、ドラマで楽しみに、それから毎回ねそういったちょっとエロチックなシーンがあるのかどうか、テレ東の深夜なんでね、ぜひ毎回余すことなくそういうシーンを入れていただければなと思いながら見ておる、ドラマ部長と社畜の恋はもどかしいというね、もどかしいんでね、これきっとね一夜限りじゃなくて続いていくとは思うので、見ていきたいかなと思っておりますといったところね、両方テレ東のドラマです。僕ドラの方はね、これドラマになってからもっとねしっかりとね見ていきたいかなと思っておりますんで、見逃し配信ね TVer でありますんで、ぜひご覧になってくださいと。コント社畜で、僕は社畜になるようなね会社員としてちゃんと働いた経験がないわけではないですけども、
ほぼずっとフリーでやってるんで、まあね、フリーの場合はこうやんなきゃ飯食えないわけなんで、こうやってね、やることはやるんですけど、気持ちの面でね、まあいいかなとかね、怠けちゃう人は向かないですね、フリーは。だって会社員だったらもう黙ってても毎月給料入るわけですから、それはそう馬車馬みたいに働く人もいれば、あれですよね、2割の法則ですよ。アリのね、8でしたっけ、アリでしたっけで、2割は働かない人ね。僕多分ね、会社員になったらね、逆に働くと思うんですけどね。とか思いながら、見ておりました。部長と社畜の恋をもどかし、これちょっと楽しみだ。あとね、ちょっとほんと気になる竹財照之助ね、僕変わった名字の人好きなんでね。だから竹財さん熊本に多いってので、その竹財家がどういった家紋であるとかね、そういうところがすごく気になっちゃって、この後調べて一人でニヤニヤしたいかと思いますが、そんなことも含めてぜひチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ありがとうございました。